皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、政治主導で産業にダメージを与えているトランプ大統領と、特に政治的には何もやっていなくても、旅行客が伸び続けている日本の比較をしていこうと思います。なお、観光業の話をすると否定的な意見を出す人も多いので、じゃあ日本の政治でどのような問題があって、どう解決すべきかについての政策案についても合わせて解説しておこうと思います。現在トランプ大統領は様々な政策を実行しています。その中には国内向けの政策と海外向けの政策どちらもありますが、影響は必ずしも経済的には良いものではありません。例えばトランプ関税は世界中の国々に対しての関税をかけることによってかなり経済的な混乱状況を生み出します。その対応に各国政府、そして各国の企業もまた対応に走り回らなければならない状態です。またそれだけではなく、従来の同盟関係を考えればちょっとありえないような発言も相次いでおり、隣国カナダやメキシコに対しても関税もそうですが、それ以外においてもカナダに対してはもう国家として滅亡してアメリカの州になれば良いじゃないかといった話なども、結構盛んに行っています。こうした政策や発言といったものの影響によって様々な政治や貿易だけではなく観光業においてもアメリカは大きな損失を被ろうとしています。なお、この話をするときに最も大事な基礎知識としては、アメリカは経済大国であると同時に観光大国でもあります。世界中様々な国々で観光客が行き交っているわけですが、最も人気なのはフランス、次にスペイン、そしてアメリカです。アメリカは経済の中心地であると同時にエンターテインメントや観光地においても世界中から多くの人々がやってきて、それによって多額のお金を落としていく国でもあるわけです。ですから、決して観光業といったものをおろそかにしていいわけではありません。それで食べている人たちも非常に多いのです。それでは記事をご紹介していきます。アメリカ嫌い、旅行もボイコット、経済損失約12兆円に達する可能性。トランプ政権による高強度の関税、国境政策などに対する世界の人々の反感がアメリカ製品の不買運動や旅行回避として現れ、アメリカ経済が打撃を受けるとブルームバーグ通信が報じた。アメリカ国際貿易局が発表したデータによると、3月航空便を通したアメリカへの訪問者数は1年前に比べてほぼ 10% 減少した。ゴールドマンサックスは最悪のシナリオとしてアメリカ旅行の減少とボイコットに伴う打撃が約12兆8880億円に達する可能性があると推定した。メディアは特にアメリカ旅行を計画していたカナダ人が最近アメリカに対する反感で計画を取りやめる事例が多いとした。そのうちの一人であるカナダ人のカーティス・アランさんは最近ネットフリックスの月額課金をキャンセルし、飲食店でアメリカ産の製品を買わないように努力していると言いながら、製品の原産地を確認しなければならないので、買い物時間が倍かかると話した。市場調査会社によると、カナダにおけるアメリカ行きの航空便予約件数は昨年同期比 70% 減少した。ホテル予約プラットフォームには今年夏のホテル予約件数も 25% 減った。ゴールドマンサックスの経済アナリストはアメリカの関税発表と伝統的な同盟国に対する攻撃的立場はアメリカに対する世界的な認識に打撃を与えると分析した。同様の報道は様々なところで行われています。トランプ氏に否定的感情でアメリカへの観光客が減少傾向に。アメリカ国立旅行観光客によりますと、3月の海外からのアメリカへの旅行者数は前年比 11.6% 減少。中でもメキシコからの航空便での渡航者は23% 減少したということです。先ほどの記事ではカナダからの旅行客が減っているという話をしていましたが、こちらの報道ではメキシコからもかなり減っているという話を伝えています。その他、業界関係のニュースを取り扱っている記事を見ると、ワシントンポスト紙によると、アフリカからはマイナス 9%、中米からはマイナス 6%、アジアからはマイナス 7%、中国からはマイナス 11% だそうです。しかも、こういった状況になっているのは、完全に予測が外れています。というのも、アメリカ国立旅行観光客は、2025年の外国人入国者数が大幅に増加すると事前に予測していました。昨年の訪問者数が
前年比 9.2% 増の7240万人を記録したためだ。バイデン政権下で旅行客数が伸びてきたことから、今年はこれをさらに上回るだろうと予測していたのです。しかし、実際に今起きているのは、ビジネス、レジャー、家族旅行など観光産業全般で予約キャンセルが相次いでいます。しかも、動画の冒頭で説明しましたが、アメリカは世界第3位の観光旅行大国です。それだけに影響は非常に大きいものとなります。昨年アメリカを訪れた外国人の消費額は約414兆6135億円に達しています。ホテルスタッフやタクシー運転手などの間接的なサービス業を含め約1500万人の雇用を創出しています。年間訪米者数で最大規模を占めるカナダからの旅行者だけでも約2兆9306億円を消費。これが 10% 減少するだけでも3000億円近くの損失を生じることとなります。一方、アメリカでかなりの減少幅が見られている中において、日本は真逆の状態となっています。3月の訪日外国人客、過去最多の 349.8 万人、最速で1000万人超え。日本政府観光客は3月の訪日外国人客が349万7600人で3月として過去最多だったと発表。人気の高い桜の時期だったことなどから前年同月より 13.5% 増え、6ヶ月連続で300万人を超えた。1から3月は計1053万7300人、前年同期比 23.1% 増と、こちらも過去最多で最速で1000万人を突破した。高い訪日需要が続いている。なお、内訳としては、韓国が最多の69万1700人、中国が66万1700人、台湾が52万2900人、特に中国の伸び率が 46.2% 増と目立っていた。観光庁が同日発表した旅行消費額は前年同期比 28.4% 増の2兆2720億円だった。国・地域別では中国が5443億円で最も多く、全体の 24%、次いで台湾が3168億円、韓国が2824億円だった。なお、日本に対する好感度といったものと観光客数が必ずしも一致しているわけではありません。例えば、中国、韓国からの観光客が多いといった話がされているわけですが、それぞれの国における日本に対する好感度は高くありません。実際に最も好感度が高いのは台湾です。産経新聞。台湾人が最も好きな国は、日本がダントツ1位で過去最高の 76%、2位韓国はわずか 4%。台湾人を対象にした対日意識の世論調査によると、最も好きな国はどこかとの問いに日本と回答した人は過去最高の 76% で他を大きく引き離して首位を維持した。前回の2021年度の 60% と比べて16ポイントの大幅増となった。そして多くの観光客がやってくる理由としては、日本に対する評価が非常に高い状態が維持されていることが影響しています。世界の観光都市ランキング2024、東京はついにトップ3入り。要因は手頃な価格と優れたインフラ。首位はパリで4年連続。国際的な市場調査会社によると、世界の100都市を観光に関する6つの主要分野で比較し、観光としての魅力を総合評価している。それによると、2024年に世界で最も魅力的な観光都市であると評価されたのは4年連続でパリ。東京は2022年の20位から2023年には一気に4位まで順位を上げ、2024年は3位と初のトップ3入りを果たした。その他日本の主要都市としては、大阪は16位、京都が27位、福岡が64位、札幌が65位だった。東京は継続する円安の影響を受け、一層手頃な価格と優れたインフラを提供できる国際的な企業会議や企業の研修旅行などの開催地としての人気も高まり、海外出張の機会を活用して連泊する観光プレジャーも増えた。レジャー目的の旅行も活況だなどとコメントがされている。また、東京はサステナビリティ、観光政策と魅力度のポイントが1位のパリ、2位のマドリッドに比べ高かった。2024年世界トップ20の観光都市ランキングは以下の通り。1位がパリ、マドリッド、東京、ローマ、ミラノ、ニューヨーク、アムステルダム、シドニー、シンガポール、バルセロナ、台北と続いていきます。アメリカには様々な
観光資源があります。非常に広い国土なので、有名な国立観光公園も多いですし、映画や演劇、そういったエンターテインメントの場所としても、アメリカでは有名な観光スポットは非常にたくさんあります。アメリカ自身の持っているそうしたポテンシャルをもとにして世界中から多くの人々が観光に行くといったこともあります。しかし今はそうした元々の土台といったものを邪魔してしまう行動としてトランプ大統領の政策や言動といったものが続いています。米中貿易戦争のような関係をしっかりと見直していかなければという相手だけではなく、従来からの友好国などに対しても非常に失礼な発言といったものも多いことから、特にこれといって何のミスもしていないような観光業で働いている人たちもその煽りを受けて損失を被ることとなっています。一方において日本においては引き続き多くの観光客が訪れている状況が続いています。その最大の要因としては円安と言われるのはちょっと悲しいものです。日本は非常に治安が良く、それでいて交通機関も発達しており、安心して旅行ができる。しかもヨーロッパ圏から比べると明らかに文化圏が違うことから、旅行としての非日常の風景といったものを体験することができます。それだけに観光客数は伸びていますし、観光の消費額についていっても同様にして増加が続いています。しかし、これを単純に喜びすぎるといったのは当然間違っています。なぜならば、観光郊外オーバーツーリズム問題といったものがすでに発生しているからです。日本に多く訪れている観光客なのですが、まんべんなく日本中に行っているわけではありません。東京、富士山、京都、大阪、この辺りに非常に集中的に観光客がやってきている状態です。そして、安さを理由として多くの人がやってくると、どうしても問題が発生しがちです。日本の文化やルールといったものを尊重してくれないような人も中には混じってきますし、また単純に守ろうと思っていても人数的に多すぎれば公共交通機関を地元の人たちが利用することが難しくなってしまう問題や、本国でのルールとあまりにも違うがために、ポイ捨てを簡単にしてしまう人たちが次々と現れてしまう問題なども、地元住民にとっては悩みの種となっています。しかし、問題があるからといって、観光客全般を排除すべきといった意見は取るべきではありません。観光業というのは決して国の柱にはなりませんが、そこから利益が得るんであればその利益は確保すべきものです。フランスやスペイン、イタリア、アメリカなどは、少なくとも平和な時においては非常に大きな観光収入を得ています。それによって雇用される関連企業の人たちも多いわけなので、寂れているよりは利益をしっかりと確保できる体制を作ることの方が重要です。では、日本の政策のどこに問題があるかといえば、まず第一に観光客の集中に対しての対策が明らかに遅れています。公共交通機関にものすごく人が集中するのであれば、その部分についてお金を投じてでもインフラの整備拡張といったものを進めることも大事ですし、またそもそも人が集中的に集まりすぎている京都などを海外に向けて情報発信するのではなく、ちょっと穴場のところや少し外れたところにでも非常に魅力的な観光施設があることなどを PR すべきでしょう。そのための予算をしっかりと確保することも重要です。そして日本国内において議論がなかなかうまく進んでいないのは、観光客向けに対してのしっかりと予算を取るための財源といったものの議論がなかなか進んでいません。例えば宿泊税にちょっと上乗せしたらいいんじゃないかといった話や、もしくは観光施設における二重価格など議論はされるものの、あまり積極的に政策が取られているようには見えません。しかも整備をするとなると税金を使うのかといった話になって、これに反対する人たちも多いです。オーバーツーリズムが発生している地域においては対策予算を取るのは当然だろうと考えるわけですが、それ以外の地域においては、いやいや私の町にはほとんど観光客なんとか来ていないし、そのために私たちの税金を使うなんてとんでもないと考える人たちもいるからです。こうした問題を調整するためには、そもそも観光客からお金を取るべきです。例えば、現在国際観光旅行税といって、外に出ていく人たちに対しては1000円、全体での税収は500億円程度の観光出国税を取っています。しかしこれはあまりにも財源としては心もとないものでしょう。そのため私は新しい税を設けるべきだと思います。それが観光入国税です。もう出ていくという段階ではなく、もう最初の入る段階において少しハードルを設けるべきでしょう。そして額について言っても、現在の1000円ではなく、私は1万円程度は取るべきだと思います。現在の出国税による税収は500億円程度と言われていますから、1万円程度取れば、
5000億円程度の税収が見込めるかもしれないというわけで、オーバーツーリズム対策の税金としては、私はそれなりの額確保できるんだと思います。高い入国税を作った後の使い道としては、観光郊外の発生している地域への、まずは集中的な予算投入によって、公共交通機関の拡充や整備維持、清掃頻度を上げるための人員確保や、一般的にはあまり見られないゴミ箱自身がゴミを圧縮するような、ちょっとお金をかけたゴミ箱も数多く設置することなども考えられるでしょう。また、観光地に対する予算付けだけではなく、例えば、対馬における話であれば、韓国側から入ってくる人たちに対しては、観光入国税1万円を貸しながら、そのお金を元にして、日本人が九州などから対馬へ旅行する際に対するフェリー代などを大幅に減額することや、もしくは様々な離島などに対する交通網などに対する維持費用などに充てるなど、日本人自身もそのメリットを感じられるような使い方といったものが大事でしょう。また、観光業を振興していくことによって発生する問題が、海外資本からの大量の流入です。世界的なホテルグループとしては、やはり世界には様々なものがあるわけで、それらも日本への進出を強めています。旅行客数が伸びていくのであれば、そこにビジネスのチャンスがあるので、これは当然のことでしょう。そのような形で、どんどんと海外からお金が入ってくるときには、好ましくない投資家の人たちもいます。そこでもう一つの増税策を取るべきです。それが外国人や外国法人などに対する日本の不動産固定資産税への追加課税や特別加算税を設けることです。そもそも取得するなよという意味においては、日本人や日本の法人が土地そのものを買えない国もあり、そうした国に対しては、あなたの国は日本人が買えないんだから、同様にして日本の土地も買えないようにすべきだといった話はあります。しかしこれに関してはなかなか国際条約下における制限の中でうまく規制がかけられないんだそうです。ですから私はまず現実的な話として外国人や外国法人などに対する固定資産税の増加といったもので税収アップを図り、ある程度の抑制策を取るべきだと思います。ちなみに観光入国税1万円程度取ると最も大きな打撃を受けるのは韓国になるでしょう。韓国から日本に対する入国、その時に最も安い運賃は LCC 格安旅行機を使っての入国や、もしくは韓国の港プサンからフェリーで対馬へやってくるようなパターンです。この場合だと観光入国税1万円がかかると、従来よりも 50% とか 100% といった勢いで入国のハードルが上がることになりますから、安さを理由として日本にやってくる韓国の人たちをかなり抑制できるはずです。抑制できなかったとしても、同じ数入ってくるんであれば、税収は出国税に比べれば10倍に増えるわけなので、そのお金を元にして日本国内の整備を進めるといった考え方を取れば、日本にとってはよりプラスな面が伸びるかもしれません。観光業というのは、とにかく数ばかりを追っている状態では、観光郊外がより深刻化してしまいます。うまく日本の利益につなげるためには、安さだけではなく日本の魅力といったものを楽しんでもらえるような環境づくりをするためにも、それなりのお金を払ってもらい、そのお金を日本国内に投資し、日本旅行が楽しかったなと思えるような人をより多く増やすことが重要です。日本に来ても、どこへ行っても混みすぎていて移動もまるでできず、どこもかしこも施設が汚いというのであれば、その人は本国に帰った時も日本というのは本当にひどい国だったと悪評を本音で語ってしまいます。たとえ来る時のハードルがちょっと上がっても、それによって日本での満足する旅行が体験できれば、それがまたリピーターにもつながるわけで、こうしたお金を取る行為に決して後ろ向きになるべきではないと私は思います。というわけで今回はアメリカが政策によって観光業が打撃を受ける中において、日本では日本がもともと持っている魅力を持って観光客が伸びている状態、そこに円安がブーストをかけています。しかしこの状態は日本国内での観光郊外を生み出しており、しっかりと対策費用として外国人からお金を得て、それを日本国内に投資するといった循環を生み出すことが大事だということを今回は解説しました。皆さんは今回の話どのように思われたでしょうか？ぜひともコメントしていってください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。